日系人、私たち、日生は、うんと嫌われていたペルー人から。ああ、苦労した。そうですね。中学校には、入った時は、やっぱり、いろんなことされましたよね。みんな、やっぱり、ハポネスって言われて。日本人ということで。そう。日本人の、なんていうんですか、お店も全部閉められて、15年の間ずっと、本当に、寂しかったです。寂しかったです。毎日、戦争中、日本からの放送がありました。あの時は勝ち組と負け組がありました。戦争終わった直前、直後ね。直後、46年ぐらいですか、46年ぐらい。戦争終わった。日本は戦争に負けた。負けてはいない。受け入れろ。ちょっと。負けてはないんだよ。その後にやっぱり日本がどんどん進んで、自動車とかクレールとかいいあれを出しましたよね。トランシスタラジオとか。それでもうだいぶ皆さんもメイドインジャパンっていうのはそれでやっぱりだんだんもう最近ってもうだいぶ前から日本物はいいっていうことはもう入ってますよね。運動場、総合運動場が日系人が作った運動場ね。そこに最新の教室、カラオケ、私はカラオケに行ってます。今から行きます。今からこの日、ラウニオン運動場を訪れました。ラウニオン運動場は日系人によって1953年に創設されて以来、日系人コミュニティの結束を強める重要な場所として発展を続けてきました。土地は畑だったんです。その畑を買い取ったんですね。でどうしてこの土地を買う発想が出たかというと、やっぱりその当時の人たちは1953年ですから戦争があったんですよ。その前でペルーと日本は敵のような感じで、だからもうペルーはアメリカの味方だったんです。移民の人たちがいましたよね。でその人たちの夢はやっぱりこの地域に来て働いてお金をたくさん貯めて日本へ帰るっていうのが一番の大きな夢だったんです。実現するようにということで学校を作ったんですね。外国語として教えるんじゃなくて日本語の国語教育をやったんです。日本から先生を呼び寄せて、そこでいろいろ教育をしたんですね。日本と同じような教育をされたんです。スペイン語も教えながら。そう。母語はもう日本語だったんですね。その戦争の時にその学校を失ったんですよ。ね、募集されたんです。募集でそれで集まる場所をした運動場が必要で、それで1953年にラウニオン運動場を拠点に活動するさまざまな団体の名前が刻まれています。祭りとか、バスケットボールとか、そしてバドミントンとか、陸上競技とか、サッカー場がありますけど、それが4つあります、この中で。生まれてからのそのプログラムとか、子供が遊ぶ場所とか、で預かる場所とか、入る前に向こう側に建物がありましたよね。その建物は校舎なんですよ。学校、ラウニオン学校で、今現在はペルー人もたくさん勉強しています。だからペルー人でも日本語が話せる人がたくさんいます。敷地を購入した人たちの名前ですね。3534年のスペイン
なってる。異芸になって、はい、そう、異芸になって、そう。異芸銀いいいやなありましたね。これお祭りがあります。お祭りは障害者の人たち、子供たちの、レハビリティのところもあります。そして高齢者のためのレハビリもあります。だから最初はこういう感じなんです。全部。だからこれが第一歩だ。これ、いやいや。近さが。芸さんかな。このラウニオン城を作るときにそれを提唱してあそこから来よったらしい、うちのパパは。リマンに住んでいるんじゃなくて離れたとか70キロぐらい。ラウニオン城では本当は伊芸さんがああいうことをしたのも覚えてるの少ないんですよ。石をあそこはみんな住宅地帯し道路だったし、その石を拾ったり石拾いまでやってたらしいですよ。日本人会の連中があんた会長だからこうあれね指図してこうやってやればみんなやりますよと。いやもう習慣になってしまって自分も石拾って遅くまでですねやって、だからもう先生ですよ。それ腰が低いでしょ。だから若い連中も話しやすいわけですよ。普通だともう近寄りがたいですよね。だから先生はもう近寄ってきて「おいこれやるこれは一緒にやろう」ってやるんですよ。だからみんなついてくるわけですよ。とにかく人に好かれてもう信頼されてましたね。人が真似できないですよ。成子先生。先生。成子さん。先生だ。三振。いろいろの行事がありますね。例えばひな祭りとか、そしてこれが新年会とか名前が入ってますけど、運動会がある。オリンピックの大きさのプールがあります。向こうには。はい、向こうに。スマートフォンの勉強。スマホ。ね。スマートフォン。Sí, smartphone. Para esto. Sí. 踊り、そしてヨガ、テニス、ピンポンですよね。スポーツをはじめ文化・芸能から教育・福祉までさまざまな分野の交流拠点となっています。戦争が終わったその頃から移民たちの考えは変わった。当初は沖縄に帰って錦を飾ろうと考えていたうちのアンチたちはペルーに根を張ることを考え始めたんだ。根を広げるためには自分の成功だけではなくお互い手を取り支え合うことが必要だった。それでいろんな組合の活動が盛んになったんだ。そう、沖縄県人や日系人はペルーにおいて力強いコミュニティを形成し、例えば病院や福祉施設、学校やスポーツ施設などを新たに設立し、ペルーへも貢献している。私、日系の病院利用したことある。病院ありますね。病院もね。はい。ここは診療所。診療所です。いっぱいですよ。毎日いっぱいです。毎日。日系人はもう10分の1もいないぐらいですね。ですから評判がいいわけですね。やっぱり信用してるんでしょうね。日系の病院ということで。はい。診療所。前は一世時代はですね、寄付を継ぐ2人っていうのがあったんですよね。今はもう診療所のものが非常な要求がありましてね、そこはみんな拡張費に回るぐらい。それぐらい。一世時代は何でもかんでも寄付集めだったんですね。今はそうじゃなくて、やっぱり組織がうまくいってそこでもうこうやって向こうの大きな病院も去ったわけですね。沖縄県人、そして日系人はペルーにおいて力強いコミュニティを形成し、
医療や福祉施設、学校、スポーツ施設などを設立・運営し、ペルーの地域社会へも貢献していることが分かりました。